言い換えると刀を研いでる作業で、そういうところにでもこういった空手の本質があるというか、そういう動きっていうのは一つ一つ削っていかなきゃいけない、本当に礼儀を正すことにつながるんですかとか、それって本当に子どもの心の強さにつながるんですかっていうところが疑問符が浮かぶような感じで、こういうところで出していいのか分からないけども、あいつ勝つ気なかったんだろうみたいな、結果的に。でそれを話聞いた時に、いやなんでだっていう、俺あの場で死んだんだから、もうあそこのまでの俺はもうそこで終わりだ。成島師範が現役で本当に今から全日本世界を目指したいんだっていうモチベーションを持っている選手がいたとしたら、これはやっとけとか、このぐらい超えてこいよみたいな、なんていうんですかね、だから、そういうことで言うと自分のベースは持たなきゃいけないと思う。で何かって言ったらやっぱ自分基本だと思うんですよ、基本の動きっていうものを、だから自分の大事な引っ張ってのエッジって挟むっていうのを基本で全部説明できますし、それをちゃんと思った意識で思った体の扱い方を何度も繰り返しできるかっていう。だから基本稽古で言ったら言い換えると刀を研いでる作業で、作業っていうのはテレビ見ながらできないし、一つ一つ入念に意識をつぎ込んでいった中で、例えばちょっと角度を変えて入れちゃったらまた最初から始めなきゃいけないっていうぐらいの意識を注ぎ込んでやるものだと思ってるんで、そういうことでいうと基本というのが一番大事なのかなっていうふうには自分では考えてます。昔白鵬、横澤白鵬さんと、ちょっと話をさせてもらった時に、腕前型を持って型にこだわらず、ちょっとすみません、今パッと言葉が出てこないんですけど、自分の得意な型みたいなものをまずしっかり練習していって、そこを強くしていって、それを当たり前にできるようになったら、そこにこだわらなくてもそこに当てはめれるようになるみたいないう話をしたことがあるんですけど、それに近い感じなのかなって今ちょっと。だから、本当全ては応用のために、それができたからってじゃあ全てできるのかってことではないだろうし、その幅を持たせるためのものであるという。だから移動稽古なんかも移動稽古の、順番を覚えるだけで終わっちゃうっていうことはすごくもったいないことだし、その都度その都度しっかりとどんな技でもどんなタイミングでもつなげでも全部ちゃんと体を扱えた中で一つの形にしなきゃいけないし、そういうことがちゃんと毎日の稽古の中でできてるかなっていうことの確認作業だと思ってるので、その分やっぱ緊張感は一回一回あるんですけれども、そういう稽古が必要なのかなって。本当型でいうと、型やってる方には笑えるかもしれないですけど、自分は鉄器とか小さい頃親父とナルトでやってた時に、やっぱ体の中のすごく抵抗を生み出した抵抗を解放した瞬間にまた抵抗が生まれて、それをいろんな角度または方法でパン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 と散らしていくのが鉄器なのかな。だから型で上段回し芸が説明できるような。今の話はさっきのこれにつながりますね。関節の連動というか、でもありますよね、得意技を、特化させて磨いた選手ってやっぱ怖くて、ちゃんと自分の得意技をそんだけ磨いた選手ってなんて説明すればいいか、まんべんなくいろいろ全部高レベルでできるよって選手よりも、この技がめちゃめちゃ特化してて、でそれができる選手がこれをいろいろくっつけると、なんていうんですかね、めちゃくちゃ怖いというか、選手やってると怖い選手になってて、自分が何を言いたいのか分からなくなっちゃってるんですけどなんとなくだから分かります。ちょっと違うかも分かんないけども、今の選手たちっていうのは本当にやらなきゃいけないことがいっぱいあるし、で試合に出る回数も今すごい多いんですよね。だから勝たなきゃいけないっていう先の結果にだけとらわれて、その中でじゃあ何を自分が身につけていって何がしたいのかってことがそれほど明確じゃないというか、だから例えば昔の人だったらパーを置くだけグーじゃなきゃいけないし、拳を刻み込むチョキじゃなきゃいけないしっていう、そういう人がやっぱり
いっぱいいて、そういう人たちの中でこう技ってものがこう育っていって、でも今の人たちはこう、ね、鉄砲になっちゃってて、こうどれも備えているんだけども、どれもそのインパクトがないというか、強さがないというか、個性がないというか、みんな同じ組手しちゃうから、まずじゃあそれをやらなきゃいけないし、でもその前にじゃあ本当にじゃあ自分のねやりたい空手っていうのはどういうことなのっていうものを考え直した中で、いや自分は上段で倒したいっていうんだったら、そこからスタートした方がいいよっては思いますね。なんか本当特化した選手ってなんですかね、こう顔を隠して試合見てももうすぐあの選手って分かるぐらいこうその特化したものに付随して技が出てるんで、なんかそう見えるぐらいもうその選手のスタイルって出来上がってるんですけど、この何でもできる選手ってなんですかね、この技をした時にこの対策すれば大丈夫だよねっていう技内に収まってる選手はあんまり怖くなくて、その特化した選手ってこういうタイプにはこういうセオリーがあるよねっていうのをもう当たり前に、飛び越えてくるというか、そのセオリー潰しはもう潰せるからみたいな感じで、特化してる選手はなんかすっごい怖いっていう、なんか自分の中でイメージがあって、自分がすごいよくわかります。対戦する選手を研究する時とかでも、そういう選手の時はやっぱすごい神経使って研究してたんで、なんかやっぱその技をなんですかね、その技を一つを徹底的に磨くっていうのは本当大切だなっていうのは。そういう作業ってでも本当楽しいですね。楽しいはずだし、もうなんか昔もうなんかこういうのがマニアって言われるかもしれないですけど、なんかこのなんか一個ずつの筋肉をこのタイミングで使ったらどう変わるんだろうとか、なんかそういうのにハマって、そういうの本当に大好きなんでしょうけど、なんかそれがその磨くに近いのかなみたいな、そういうところにでもこういった空手の本質があるというか、面白みだと思うんで、今スポーツ的になっちゃってますね、よりね。だからそれはもう悪いことじゃないんですけれども、この中でやっぱり、自分なんかを一撃で倒すというか、そういったものはこう求めていてほしいなと思いますよね、空手である以上。今の選手っていうのは本当に一人も動かなきゃいけないとか、ね、2分間こう動き続けてこう勝たなきゃいけないっていうことじゃなくて、誰よりもこう技が出せて、誰よりも速くてってことで、そういうこう動きっていうのは一つ一つ削っていかなきゃいけないんですよ。最初はね、何発叩いても倒れないところはやっぱ100発で倒せるようになった、いや10発で、最終的には1発でっていう、そういう方向性は失っちゃいけないのかなっていう。でも本当そうですね、そういう感覚でトップレベルの選手とか、削り合っていったら、もうなんか才能あふれる選手ってむちゃくちゃいるんですよね。なんか僕らの現役の頃でもうなんかこう考えて、今この中学生とかぐらいのレベルで動けてる子たちがこのままの動きで一本部になったら、とんでもない強くなるなって思うんですけど、なんか変わっちゃう子もいたりやめちゃう子もいたりで、なんかもったいないなって思う部分はあるんですけど、そうやって技を磨くっていう意識を持って中学生ぐらいから本当にやってる子が出てきたら、もうなんかすごいのが生まれそうだなっていう、実際何人かはすごい数生まれてきてるんで、なんかそういう子たちの何か一個の技をちょっと特化して磨いて、そこから発生させるっていうのは、なんか中学生高校生ぐらいになったらちょっと意識してやってほしいなと思います。今の実際ね、試合なんかでもビッグミットある程度叩ければ勝てちゃうところもあると思うんですよ。そこで終わりにしてもらいたくないというか、ここがスタートになったとしても、じゃあ自分の空手っていうものをじゃあどういうふうにしていくのっていうところに立ち返ってもらいたいというか、ぜひちょっとそうですね、今の現役の選手とかちょっとそういうところを考えてやってもらえると、成島試合に近づけるかなと思います。ありがとうございます。居酒屋で話してる感じになっちゃう。いやでもありがとうございます。ちなみに成島さん、今後の抱負とかってあります？空手において今後の抱負というか、成島さんが空手を通じてやっていきたいこととかってなんか。そんな大それたことはないんですけども、逆になんかいいんですか？いや、なんか自分の話になっちゃうとあれなんですけど、自分の場合は空手をやってたから今の僕がありますし、空手があったことですごい人生は充実してますし、なんかやっぱりこの空手をやってたから、
充実する人生が味わえるみたいな感じで、せっかく空手に取り組むんであればやっぱ人生にプラスになったって言ってもらえる空手には取り組んでほしいなっていうのがあって、せめて自分が関わる方たちだけでもそうなってほしいなっていうのがあるので、特に今壮年部の方たちとかも頑張られてる方多いので、道場生の保護者とお父さんで頑張ってる人もいるんで言うんですけど、家族と、健康と仕事とこの3つだけは大切にして、その上で空手を取り組んでねっていう話をして、家族とか健康とか仕事をおろそかにして空手に時間をつぎ込んでしまうと、一時的にはやっぱ充実していいとは思うんですけど、ちょっと怪我して空手から離れなきゃいけなくなった時とか、そうなった時に帰る場所っていうかおろそかにしてきたせいで人生が空手のせいで悪くなっちゃったら意味がないと思うんで、この3つは大切にした上で空手をプラス人生を充実するために取り組んでほしいなっていうのもあって、すごい大切なところですね。それもプラスで当然子どもたちに関してはやっぱ空手を楽しみながら、前ブログを発信してた時も言ったんですけど、最初入門させる親御さんって、礼儀を正しくしてほしいとか、心が強くなってほしいとか、将来自分が身を守れるようになってほしいみたいな感じで空手の道場に入門させるにもかかわらず、下手すると大会勝たすことがメインになって、その子供に対して今のあなたが、使ってる言動は本当に礼儀を正すことにつながるんですかとか、それって本当に子供の心の強さにつながるんですかっていうところが疑問符が浮かぶような大会の声掛けの方たちがやっぱりいらっしゃるので、やっぱそういうところは最初の、子供の人生を、豊かにするために空手を使ってほしいなって、なんかあれなんですけど、自分が人生を、かけてる空手ではあるんですけど、やっぱ子供とか道場生にはあくまで人生を充実させるツールとして利用してもらうのは、言葉悪いんですけど、もう利用してもらえればいいかなと思って空手やっててよかったっていう、いいことですね。つなげれる空手を指導したいなっていうのが、素晴らしいです。なんかすみません、なんか僕の話なんですけど、本当だから自分も少年部に伝えることは、本当空手やっててよかったなと思ってもらいたいって、そこに尽きますよね。だからそのためには空手ってね、学んでいく間に痛いこと辛いこと苦しいこといっぱいあると思うんですよね。そこで頑張ることができれば、いろんなことに対する勇気とか力になるのかなっていうふうに思ってもらえたら、たとえその後空手を続けなかったとしても、空手やっててよかったって思ってもらえることが、僕らにとっての僕らの仕事のすごく嬉しいところですね。すみません、最後にじゃあ今、例えば道場に入りたいと思ってる人とか、成島師匠のところに習いに行きたいって思ってる方がいらっしゃったら、なんかその方に一言って言ったらなかなかねこういう世界って特別に感じがちだし、なんかもう遅いって思われる方もいらっしゃると思うんですけども、遅いって思ってる今こそがって思うべきなのかなって自分は思うし、遅いことなんかないし、で敷居が高そうだっていうのも本当に自分で作ってるハードルだと思うし、そんなことなくいろんな方が楽しくもちろんね厳しいこと言いたいこともありますけども、絶対それは克服というか乗り越えられるものであると思うし、そこにまたやることの意義もあると思うし、なんか楽な気持ちでスタートしていただけたらなっていうのがすごくありますね。だから楽しんでもらいたいっていう。壮年部の方結構いるんですよね。なんか今更とかもう年だからとかって、でも今始められてる壮年部の方って昔極真に憧れてて、もうなんか最後にいや昔できなかったから今せっかくだからみたいな感じで入る方いらっしゃるんですけど、そこをちょっと乗り越えてもらうと、みんなやっぱ充実してるんだ、やっぱ入ってよかったって言われる方多いんで、だから実際本当始められた方が感想としてあの時の本当にやってよかったなっていうのがそういうねお話を聞くことも多いし、だから本当にちょっとしたきっかけが本当スタートになるし、そういった瞬間を大事にしてもらえたらなっていう。
もうあれなんですよね、こう人生で今より若い時はもうないので、ぜひちょっと迷ってる方、そう今なんですよ。そうどうしようかなって迷ってて、どうしよう2年繰り返したら 2歳年いってさらに年いってから始めることになっちゃうんで、今が一番若いので、ぜひ迷ってる方、特に東京羽村市の近くの方でちょっと迷ってる方は成島道場をぜひ、もう叩いてみてください。よろしくお願いします。ここでもあるめちゃくちゃ軽いんですけど、こんな割り箸が畳に刺さるという、ちょっといいですか、これまさかのこっち側これ刺さるんだすごっうわ今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。先ほどもちょっと言ったんですけど、東京の羽村市ですね、お近くの方はぜひ成島道場、興味ある方はぜひもうすぐにでももう叩きに来てみてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。日頃僕のチャンネルはビデオが 100% 強くなるために役立つと毎週金曜18時に更新しています。動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、空手家ボックスの YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ここで今回は僕が苦手だった接近戦を克服し、最終的には接近戦が得意ですと言えるようになったベースの技術でもある、相手が前に圧をかけてきたことで起こる接近戦でも強いパンチを打つ方法をお届けしたいと思います。このベースのパンチをまず打てるようにしていきます。